今日は使いやすいサイズのトートバッグを作っていきます。すっきりとした模様編みで編んでいきます。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。今回使用する糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100% 極太で、色はホワイト、40g で40メートル、使用かぎ針の目安は8号。これを8号で編んでいきます。あとはマーカーととし針を使います。まず底を作ります。鎖を編んで、その周りを細編みで5周編んでいきます。この最初の鎖の数は、私は今回鎖26編んで、だいたいこれぐらいのサイズ、約26センチ。サイズの変更や違う糸で編む場合は3の倍数プラス2にします。鎖編みをします。この鎖はゆったりと編んでいきます。このまま必要な数になるまで編んでいきます。必要な数の鎖を編んできました。1周目を説明します。1周目はこの鎖の両端に細編み3つ。これが最後の鎖。ここに細編み3つ編んでいきます。こっちの端の鎖にも細編み3つ。これで1周します。スタートするのはここからスタートします。まず2つ編んで、端では1、2、3、最後にこの1つ、これをプラスして楕円形にします。細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、かぎ針から1、2、これが1つ目。1つ目にマーカー。同じところにもう1つ。これで端の鎖に細編み2つ。次から1つに1つずつまっすぐ編んでいきます。このまま端まで編んでいきます。この最後の鎖の手前まで編んでいきます。端まで来ました。端の鎖に細編み3つ。まず1つ目。次は2つ目。2つ目を編むときに、この糸端を向こうに寄せておきます。これで2つ目。次は3つ目。3つ目を編むときには、この糸端を手前に持ってきます。これで3つ目。端の鎖に1、2、3。次から1つずつ。まず、隣。この糸端は編みくるんでいきます。このまま端の手前まで編んでいきます。端まで来ました。最後はここに細編み1つ。ここはこっちで見るとこの部分一周して最後にこの端に細編み1つ。この1つ目の細編みの入っているところ、ここに最後の細編み。これで端の鎖に細編み3つ。で、
1つ目の細編みに引き抜きます。引き抜きます。今引き抜いた糸、ここにマーカーをつけておきます。できればこっちと違う色。次は2周目。2周目はこっちで見ると、この1つの細編みに2つ細編みをします。ここにも2つ、ここにも2つ、2つ、2つ、1周編んで最後の細編みにも2つ。これで楕円形を作ります。スタートするのはここから。今糸が出ているところ、鎖1つ、根元に細編み1つ目、同じところにもう1つ。これで1つに2つ、次も2つ、1、2、次からは1つずつまっすぐ編んでいきます。このまま端まで編んでいきます。端まで1つに1つずつ。この端の鎖に編んだ3つ、ここには2つ、2つ、2つ。これと同じように編んでいきます。ぐるっと編んで最後のここぐらいまで編んでいきます。2周目の終わりまで来ました。マーカーの手前に細編み2つ。まず1つ目、次は2つ目。これで2つになりました。1つ目の細編みに引き抜きます。ここには細編みを編まずに1つ目の細編みに引き抜きます。今引き抜いた糸、ここにもう一度マーカーをつけておきます。次は3周目。3周目は今2つ編んだところ、ここを3つにします。なので1つと2つ、これで3つにします。この部分も3つにします。これで3つ。こっちまで編んで、ここでも3つにします。この順番はどちらでも大丈夫です。一周して最後も1つと2つ。これで1つずつ増えました。で、ここからスタートします。まず鎖1つと根元に細編み。これが1つ目。次は2つ。これで3つ。次もまず1つ、次を2つ、1、同じところにもう1つ。これでカーブができました。次から1つずつまっすぐ編んでいきます。このまま端まで編んで、この1つに2つ編んだところ、ここを1つと2つ、次もこの2つを1つと2つ、ここも1つと2つで1周してここまで編んでいきます。3周目の終わりまで来ました。マーカーの手前には細編み2つ、この2つを3つにします。まず1つ目、次を
2つ、1、2、これで3つになりました。1つ目の細編みに引き抜きます。これは外して1つ目の細編み、今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。これで3周目が終わりました。次は4周目。4周目はこの3つを4つにします。例えば1、2、1、これで4つ。次もこの3つを4つにします。1、2、3、4、4つになりました。こっちも同じ。ここを4つ。これで1周します。まず鎖1つ、根元に細編み。次を2つにします。この2つにする順番はどこでも大丈夫です。これで2つ。次を1つで、この範囲で4つになりました。次またここで4つにします。まず1、次を2つ。この範囲で4つになりました。また1つずつ。端でも3つの部分を4つにします。で、1周編んで、ここまで編んでいきます。4周目を編んできました。マーカーの手前に細編み3つ。これを4つにします。1、次を2つ。同じところにもう1つ。次を1つ。これで4つになりました。1つ目の細編みに引き抜きます。この引き抜いた糸にマーカーでもう1周編んでいこうかと思っています。これは何周編んでも模様が出来上がる数になっています。4周目はこの4つ編んだところ、ここを5つにします。1、2、3、4、5。なのでどこかを2つにします。こっちも5つにします。鎖1つ、根元に細編み1つ。4つのうちのどこかに2つ。どこでも大丈夫です。もう1つ。これでこの範囲に細編み5つ。またこの4つを5つにします。1、同じところにもう1つ。次を1つ。これで2つ増えました。次からまっすぐ。で、またこっちでは5つ。で、1周して、ここまで戻ってきます。5周目の終わりまで来ました。マーカーの手前に細編み4つ。ここに1つ増やします。どれかを2つにします。最後を2つにしました。で、ここは
1つ目のマーカー、これで底が出来上がりました。5周編んできました。長さは26センチ、ちなみに縦は8センチ。これで底が出来上がりました。次は側面を編んでいきます。側面の1周目、まず鎖3つ、隣に長編みをします。ここに次も長編み、全部一つに一つの長編みをしていきます。このまま一周します。一周編んできました。最初の鎖の1、2、3、上が2本で下は1本引き抜きます。これでつながりました。次は2周目、鎖3つ、3、次は下の長編み、下の長編みの後ろを通って糸を引き上げます。これを長々編みでします。長々編みは2回絡めて、で下の長編み、この後ろを通ります。上から見るとこんな感じ。これで糸を引き上げます。今4本、2本から引き抜きます。また2本から引き抜いて、もう一度、これで長々編み。次はこの隣の長編みに長編み、普通の長編みをします。こんな感じになります。鎖1つ、また同じように編んでいきます。足元1つ飛ばして2つ目に長編み、1、2、ここに四角ができました。次は下の長編みに長々編み、1、2、下の長編み、糸を引き上げて2本ずつで、次は長編み、この長編み、長々編み、長編みが一つのセットです。これで一周します。次は鎖1つで、足元1つ飛ばして2つ目長編み、長々編み、1、2、で隣長編み、鎖1つで四角、1、2、長々編み、で長編み、これで一周します。一周編んできました。最後は鎖1つ、最初の鎖の1、2、3、3つ目に引き抜きます。模様がつながりました。また同じ鎖1、2、3で、下のこの長々編みに
長々編みをします。この後ろを通ります。1、2、後ろでまた2本ずつ引き抜いていきます。これで長々編みに長々編みで、長編みの上に長編み、こんな模様で編んでいきます。鎖1つで長編みの上に長編み、長々編み、で長編み、これを繰り返していきます。鎖1つと長編みの上に長編み、長々編み、また同じ、これで一周します。一周したらさっきと同じ、最初の鎖の1、2、3、ここに引き抜いて鎖3つで、長々編みの上に長々編みで長編み、鎖1つ、同じようにこれを繰り返していきます。側面を22センチ編んできました。段数は13段。これで側面を終わって最後に細編みで一周します。細編みで一周します。鎖1つ、根元に細編み、これが1つ目。次はこの長々編みの上2本の糸の下、次は長編みの上鎖の下、長編みの上長々編みの上、これで一周します。細編みで一周しました。一つ目の細編みに引き抜きます。次はストラップを作っていきます。まず底を見てで整えて、大体の脇にマーカーをつけます。で細編みの数を数えて、こっちも数えて同じ長さにします。次にストラップを作りたい位置にマーカーをつけます。私は中央を11センチ、脇を9センチ、こっちも同じで、細編みの数を数えると13、ここは11、これぐらいの間隔にしました。で脇につけたマーカーは必要なくなります。今の状態を上から見ると、ここから長い糸が出ています。で1つ目のマーカー、2つ目のマーカー、3つ目、4つ目、まずここから細編みで1つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。鎖1つ、
根元に細編み、次も同じ一つに一つの細編みで一つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。一つ目のマーカーの手前まで来ました。マーカーのところにも細編みをします。次から鎖、まず一つ目の鎖にマーカーをつけます。裏返してこの糸が盛り上がっているところ、ここにつけます。表から見るとこんな感じ。次は2つ目、3つ目、4つ目、5つ目、きつくならないように編んでいきます。このまま好みの長さになるまで編んでいきます。鎖を59センチ編んできました。鎖の数は72。次は2つ目のマーカーのところにつなぎます。最後の鎖にマーカーをつけます。裏返してこの糸が盛り上がっているところ、表から見るとこんな感じで、鎖がねじれていないか確かめます。で、2つ目のマーカーのところで、つなぐときにはこっちが鎖、長い糸つなぐところ、手前から向こう細編みをします。これでつながりました。次から普通の細編み、一つに一つの普通の細編み、このまま反対側まで編んでいきます。反対側でもマーカーのところに細編み、鎖で細編みでつなぎます。細編みをしてこの最初の細編みに引き抜きます。また鎖一つ細編みをします。この一つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。一つ目のマーカーの手前まで来ました。ここではカーブを作ります。今足元は普通の細編み一つ、次は鎖の出ている細編み、この細編みの前後、ここから糸を出して、次はここから、これを一度に引き抜きます。まずここから、次はこの一つ目の鎖、マーカーがついています。ここから糸を出します。これを一度に引き抜きます。これでカーブができました。次から一つずつ、この裏の糸が盛り上がっているところ、今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。次もこの糸が盛り上がっているところ、このまま一つに一つの細編みをします。で、反対側のこの手前まで編んでいきます。二つ目のマーカーの手前まで来ました。またここでカーブを作ります。まずこの最後の鎖、マーカーがついているところ、ここから糸を出します。次はここからで一度に引き抜きます。まずこのマーカーをつけたところ、糸を出して、次はここからこれを一度に引き抜きます。
でまたマーカーでカーブができました。次から一つずつ反対側まで編んでいきます。反対側も同じです。この鎖の出ている細編みの前後、ここから糸を出して、次はここから一度に引き抜きます。で細編みをして、でこれが4番目のマーカー、ここから糸を出して、次はここから一度に引き抜きます。で最初の細編みの手前まで編んでいきます。鎖に細編みをして一周しました。最初の細編みに引き抜きます。次は最後の周、鎖一つで、最後はここではなくてここに細編みをします。これで大きな細編み一つ、次も大きな細編み、ここにします。次もこのまま一つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。一つ目のマーカーの手前まで来ました。このマーカーの分をここにします。この分をここで大きな細編みをします。次からストラップ、これを裏から見て、この鎖一つ一つに細編みをしていきます。まずここ2本の糸の下で細編みをします。大きな細編み、次はこの2つ目2本の糸の下、2つ目の細編み、次は3つ目、また裏から見てこれで反対側まで編んでいきます。反対側でもこのマーカーの分をここにします。でまた大きな細編みでこの分をここにします。で最後はこの分をここにします。これで最初の細編みの手前まで編んでいきます。大きな細編みで一周しました。最後はとじ針で始末します。これが最後の細編み。最後の細編みから糸を抜きます。少し長めに糸端を残して最後の細編みから糸を抜きます。これが最初の細編み。最初の細編みの手前から向こう、この2本の糸の下、最後の細編み、最後の細編みの上から裏に出します。これを整えます。あとは裏でほどけないように隠します。これで終わりです。これで出来上がりました。とても涼しげな
綺麗なバッグが出来上がりました。縦は28センチ、横幅30センチ、ストラップは60センチ、使った糸の重さは200グラム。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。